皆さん、こんにちは。高橋です。今日の調子はどうですか？今日はコンビニの仕事について話します。N3 の聞き取り練習に合わせた話です。店で使う表現や短い指示も出てきます。ただの買い物の話ではありません。働く側から見たコンビニの一日を聞いていきます。今日のゲストは中村さんです。中村さんは日本のコンビニで働いた経験があります。中村さん、今日はよろしくお願いします。こちらこそ、よろしくお願いします。まず、コンビニで働こうと思ったきっかけを教えてください。生活の中で、店の日本語を覚えたかったからです。お客さんとの会話も多いので、練習になると思いました。確かに、コンビニでは短い言葉をすぐ聞き取る必要がありますね。その通りです。最初は言葉より速さに驚きました。では、応募した時の話から聞かせてください。履歴書を書いて、近くの店に持って行きました。そこから中村さんのコンビニ生活が始まりましたね。今考えると、あの日から多くのことを学びました。面接ではどんなことを聞かれましたか？働ける時間と、前の仕事の経験を聞かれました。日本語で説明するのに、少し時間がかかりました。面接の時点でもう聞く力が試されますね。店長の話を聞きながら、必要な言葉を必死に探していました。採用が決まった時、どんな気持ちでしたか？嬉しかったですが、不安もかなりありました。レジや商品の名前を覚えられるか心配でした。買う側と働く側では見えるものが違いますね。本当にそうです。店の裏では、細かい作業が多いです。研修はいつ始まりましたか？採用の次の週に始まりました。最初の日は、制服の着方と店のルールを教えてもらいました。仕事に入る前の準備だけでも覚えることが多そうです。名札の向きや、店に入る時の挨拶まで確認しました。その時、一番印象に残ったことは何ですか？店の中で、声を出すことの大切さです。小さな声だと、お客さんにも先輩にも伝わりません。声の大きさも接客の一部ですね。最初は恥ずかしくて、何度も言い直しました。研修ですぐ覚えられたことはありましたか？商品の場所を覚えるのは、思ったより楽でした。でも、会計の流れはすぐには覚えられませんでした。そこが働く側の難しさですね。見ているだけでは簡単そうでも、実際にやると違いました。初めて売り場に立った日のことを覚えていますか？朝の時間でした。お客さんが次々に来ました。出勤する人が多くて、店の空気が急に変わりました。朝のコンビニは短い時間で多くのことが動きますね。おにぎりや飲み物を持った人が、すぐレジに並びました。その時、中村さんは何をしていましたか？先輩の横で、袋とレシートの渡し方を見ていました。簡単に見えても、手の動きに順番がありました。速さだけでなく、順番も大事でしたね。順番を間違えると、お客さんを待たせてしまいます。最初に自分でレジをした時はどうでしたか？手が少し震えて、
声も小さくなりました。画面を見ながら、次に押す場所を探していました。その一瞬が長く感じられそうです。後ろに人が並ぶほど、焦ってしまいました。焦った時、先輩は何か助けてくれましたか？先輩は小声で、次はここを押してと言いました。その一言のおかげで、最後まで会計できました。短い助言でも、現場では大きいですね。本当に助かりました。後で先輩にお礼を言いました。その日の仕事が終わった時、どう感じましたか？体より頭が疲れていました。覚えることが多すぎて、帰り道でも店の声が頭に残りました。初日からかなり濃い経験でしたね。その日は、寝る前に何度も流れを思い出しました。次に、商品を並べる仕事について聞かせてください。品出しは、ただ置けばいいわけではありません。古い商品を前に出し、新しい商品を後ろに入れます。お客さんには見えにくいですが、大事な作業ですね。期限を見落とすと、店の信用に関わります。期限の確認は最初からできましたか？数字は読めても、忙しい時は見落としそうになりました。先輩に、急ぐほど確認しろと言われました。その言葉は仕事全体に使えそうです。急いでいるからこそ、確認を飛ばしてはいけません。棚の場所を覚えるのは大変でしたか？最初は似た商品が多くて迷いました。飲み物だけでも、種類が多すぎました。毎日見ているうちに少しずつ覚えた感じですね。その通りです。体が先に覚えるようになりました。新商品が入るときは何をしますか？場所を作って、値段の札を間違えないようにします。札が違うと、会計の時に問題になります。売り場の小さな変化がレジにも関係していますね。だから、作業が終わった後も必ず確認しました。商品を並べながらお客さんに聞かれることもありますか？よくあります。場所を聞かれたり、在庫を聞かれたりします。その時は、手を止めてお客さんを優先します。途中の作業を忘れないようにするのも大変そうです。戻った時に迷わないよう、箱の向きを決めていました。レジで特に気をつけたことは何ですか？お金と商品の数を間違えないことです。一度間違えると、後で確認に時間がかかります。小さなミスでも店の流れを止めてしまいますね。特に昼の時間は、列がすぐ長くなります。昼の混雑は朝と違いましたか？朝は急ぐ人が多く、昼は商品の数が多かったです。弁当、飲み物、温かい商品が一緒に来ます。手の動きだけでなく、頭の整理も必要ですね。次に何をするか、常に考えるようになりました。お客さんの言葉が聞き取れないときはありましたか？何度もありました。特に早口の人は難しかったです。聞き返すのが怖くても、確認しないわけにはいきません。そこは遠慮より正確さが大事ですね。間違ったまま進めると、後でお客さんにも迷惑がかかります。聞き返すときの言い方は覚えましたか？恐れ入りますが、もう一度お願いします。というようにしました。その表現を覚えてから、
少し安心しました。言える表現が一つ増えるだけで、心が軽くなりますね。本当にそうでした。言葉は仕事の道具だと感じました。レジ袋の確認もよく聞きますね。必要かどうか、短く聞かなければなりません。でも短すぎると、冷たく聞こえることがあります。短くても感じのいい言い方が必要ですね。そのバランスを覚えるまで、少し時間がかかりました。コンビニには買い物以外の仕事も多いですよね。そうです。宅配便や公共料金の支払いもあります。最初は、普通の会計より緊張しました。手順が増えると一気に難しくなりそうです。伝票の名前や住所を確認する必要があります。間違えたらかなり困りそうですね。荷物はお客さんにとって大切なので、軽く扱えません。小さな確認を飛ばすと、大きな問題になりかねません。そこは、ただ早くするだけでは足りない場面ですね。丁寧に確認してから、次の作業に進むようにしました。公共料金の支払いはどうでしたか？用紙の数字と画面の金額を比べます。お客さんも急いでいることがあるので、落ち着くのが大事です。落ち着いてみる力が必要ですね。急がされても、確認だけは急がないようにしました。コピー機について聞かれることもありましたか？多かったです。特に初めて使う人は困っていました。説明しながら、自分も操作を覚えていきました。教えることで自分の理解も深まりましたね。説明できないことは、まだ理解できていないと気づきました。困っているお客さんに声をかけるのは難しかったですか？最初は迷いました。声をかけすぎても失礼かもしれないからです。でも、表情を見て、必要そうなら声をかけました。接客は言葉だけでなく観察も大事ですね。そう感じます。見すぎても、見なさすぎてもよくありません。天気によって店の様子は変わりましたか？かなり変わりました。雨の日は傘や温かい飲み物がよく売れます。暑い日は、冷たい飲み物の補充が追いつきません。天気を見ながら商品の動きを考えるようになりますね。先輩は朝の空を見ただけで準備を変えていました。それは経験が必要そうです。毎日の小さな変化を覚えているからできることです。同じ店でも日によって全く違いました。シフトが変わることもありましたか？急に休む人が出ると予定が変わることがありました。その度に店長が全体の人数を調整していました。予定通りに行かない時の動きも大事ですね。予定が変わった時ほど連絡をはっきりする必要があります。連絡が遅れると何が困りますか？休憩の時間やレジに立つ人数が変わります。一人が知らないだけで店全体が動きにくくなります。コンビニは小さい店に見えても連携が必要ですね。一人で全部できる仕事ではありません。忙しい日でも休憩は取れましたか？取れるようにみんなで順番を考えました。休憩しないと後の時間に集中できません。体力を残すことも仕事の一部ですね。無理をすれば頑張れるというわけではありませんでした。
その感覚は働いて初めてわかることかもしれません。仕事の中で忘れられない失敗はありますか？一度、値段の札を古いままにしてしまいました。新商品なのに、前の札を外すのを忘れました。それは会計の時に気づいたんですか？お客さんが棚の値段と違うと言ってくれました。その時、顔が熱くなるほど焦りました。でも、お客さんが言ってくれたおかげで気づけましたね。すぐ先輩に報告して、売り場を確認しました。間違いを隠すより、早く伝える方が大事です。その失敗で確認の意味が変わりましたか？変わりました。確認は自分を守るためだけではありません。お客さんと店の信用を守るためでもあります。仕事の見方が一段深くなった感じがします。その日から、作業の後に戻ってみるようにしました。怒られた時は落ち込みませんでしたか？落ち込みました。でも、先輩は理由も説明してくれました。怒るためではなく、次に防ぐための注意でした。その違いがわかると、受け止め方も変わりますね。注意されたときは、まず内容を聞くようにしました。失敗した後、同じ作業は怖くなりましたか？少し怖くなりましたが、避けるわけにはいきません。次に同じ作業をしたとき、前より丁寧にできました。失敗がただの失敗で終わりませんでしたね。その経験のおかげで、仕事への向き合い方が変わりました。いつ頃から仕事に慣れてきたと感じましたか？3ヶ月ほど経った頃です。流れが少し見えてきました。次に何が起こるか、前より予想できるようになりました。経験が増えるにつれて、先を見る力もつきましたね。朝ならおにぎり、昼なら弁当を早めに確認します。季節によって、売れる商品も少し変わります。先輩から任される仕事も増えましたか？増えました。新人に簡単な説明をすることもありました。教える立場になると、自分の理解の足りない部分が見えます。人に説明することで仕事を見直すことになりますね。まさにそうです。自分がなんとなくやっていたことを言葉にしました。新人に教えるとき、気をつけたことは何ですか？一度に全部言わないことです。自分も最初に情報が多すぎて困ったからです。自分の経験が教え方にも生きましたね。失敗した経験ほど、後で役に立ちました。チームの中で大事だと思ったことはありますか？報告と相談です。一人で抱えると遅れます。小さな問題でも、早く話せば早く直せます。コンビニの仕事は、思った以上に連携が必要ですね。レジ、品出し、掃除、全部がつながっています。掃除も忙しい中で大変そうです。でも、汚れたままにすると、店の印象が悪くなります。お客さんが見ていないようで、実はよく見ています。見えにくい仕事ほど、店の雰囲気を作りますね。コンビニで働いて、日本語の聞き方は変わりましたか？変わりました。全部聞こうとするより、必要な言葉を先に探します。数、商品名、支払い方法を特に聞きます。聞き取りの目的がはっきりしましたね。仕事では、聞こえた気がするだけでは足りません。
必要なら聞き返して、正しく確認します。この経験で一番成長した部分は何ですか？わからないことを、そのままにしない力です。前は、聞くのが恥ずかしくて黙ってしまうことがありました。でも、仕事では黙ることが安全とは限りませんね。その通りです。聞くことは迷惑ではなく、確認でした。これからコンビニで働く人に何を伝えたいですか？最初から完璧にできる必要はありません。でも、確認する習慣だけは早く身につけた方がいいです。完璧より習慣という考え方ですね。小さな習慣が、忙しい時に自分を助けます。最後に、コンビニの仕事を一言で言うなら、小さな仕事が集まって、大きな店の流れを作る仕事です。買う側では見えなかった世界が、働いて見えましたね。ええ。店に入るたびに、働く人の動きも見るようになりました。中村さん、今日は貴重な話をありがとうございました。こちらこそ、話せてよかったです。皆さん、今日の話はどうでしたか？コンビニの仕事は簡単そうに見えても奥が深いですね。今日は会計、品出し、確認、報告などの言葉が出ました。聞き取りにくかった表現があればコメントに書いてください。次の動画で詳しく扱うかもしれません。日本語の仕事表現は場面と一緒に覚えると残りやすいです。今日も最後まで聞いてくれてありがとうございました。気になった言葉は何度も聞いてみてください。店の会話は短いですが、意味がたくさん入っています。それでは、また次の練習で会いましょう。